すごいもう新車みたいです。ハスコチャンネル。ついにハスラーちゃんが完成しました。楽しみ。約1ヶ月以上撮影させていただきながら待っていたという感じで、本当にこんなに裏側まで撮影させていただけると思っていなかったし、本当私説明が苦手なんで、社長さんがねものすごく分かりやすくて丁寧な説明をしていただいて、本当に今回素敵な板金動画を作ることができたなと思っていて、本当に感謝しています。でね、このレンタカーも1ヶ月経ちましたね。初めて普通車に乗ったのでいろいろ経験できたかなと思います。はい、それでは、行ってきます。すごいもう新車みたいです。というわけで無事に板金が終わりました。ハスラーが帰ってきました。めちゃめちゃ綺麗になってる。もう全然わかんないです。すごい。これがハスコちゃんハスラーの色です。ああ、本当だ。これだけの色を混ぜていってこの水色ができるんですね。このメタリックの入った配分によって色がかなり変わるんです。色が似たような色をベースを作って、こっちだなってなったらこれの配合をこの中から入れて作ります。例えば5種類10種類入ってこの色になります。横に何グラム何グラムって書いてあるでしょ。わあ、すごい。これで今のデータ通りに入れていくんです。でこの今のコンピューターの数値が下の測りに飛ぶんです。音で教えてくれます。すごい。入れすぎだよ、もうちょっとだよって。一滴で変わりますんで、色が。特に緑とか赤とか青とかは一滴多く入れたっていうだけでもう水色がブルーになったりするんで、バッチリ。これは今何色かな、シルバー。なかなかこういうところはね見る機会がないですね。ないと思いますね。もう塗りたてはねどんな色でも綺麗ですよ。混ぜに入ります。はい。ハスコちゃん混ぜなくていいですか？あ、いいんですか？混ぜて。混ぜますか？はい。いいですよ。いきます。はーい。あ、でもちょっとグレー、シルバーっぽいですよ。最初は。どんどん混ぜてください。ちょっと水色が出てきたかも。すごい。変わってきた。だんだん変わってきました。すごい。どうですか？わあ、めちゃめちゃ綺麗。完成です。完成です。ありがとうございます。これがですね、楽しい。もう細かく言ったらほら赤も黒もシルバーもキラキラしようでしょ。キラキラしてます。ね、これ残っとんですよ。これ残っとんですよ。これをねずっと壁からねこうこさぐように、しっかりとねこさぐように、全部をねこさぐようにしてしっかりこうかき混ぜる、攪拌をさせていくっていうのが大事なんです。こう完成で
うやって色が一色っていうのができます。いい色ですね。これだけじゃないんですよ。ここからはい当て板っていうのがあります。そこからが本当の朝食です。紙にもしくはプラスチックのマグネットに塗って、それをボディに持っていて、ボディとさっき色見本を合わせたかのように合わせて、程よくボディに近づけた状態で塗装作業に入るんです。ここからが時間かかるんですよ。職人さんであればだいたいここから10分から20分ぐらいで色を合わせますけど、多分全然本当にわからない方がすると1週間しても色が合いません。へえ。あ、そうちょっと。あ、そうちょっと。ついてないですか？大丈夫です。ちょっとついてるけど。さしったまずかったですかね。すみません。まだ乾いてない。今ずっと色を合わせようとか。今回私が撮影に行けなかった時に社長さんが撮ってくださってて、本当ありがとうございます。いえ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 。社長さん、噛みすぎるよ。なかなか僕と職人さんとの時間も合わずに、もう常にここのとこ教えて、ここのとこ教えてって言って声かけてもらって。の方もちょっと動画には出てらっしゃらないんですけど、もうテレ朝さんやけ、もういい、もういいって言って。いやね、やっぱスタッフに光をどんどん当てていきたいっていうのが僕の思いなんで。ミゲリアドア板金の完成までの流れはだいたいこんな感じ。たくさんの工程と時間を費やしてようやく完成するんだね。まずは鉄板板金からどうぞ。あの鍵みたいなものは何なんだろう。このラインですね。こういったこのラインを出すために今ワッシャー溶接をしています。でこれを引っ張っていきます。結構ベコベコです。結構まだまだ鉄板がボコボコです。伸びきってます。これをしっかり鉄板を張らせるように針と絞りとで板金します。今のようにラインをねしっかりと出しながら、ね、押さえていくだけで張りがだいぶ出ます。もうさっきのベコベコが、なくなってます。ちょっと動画じゃ見えにくいかな。焼かずに、ね、鉄板の性能っていうのを引き出していきます。ここまでいってると基本は交換ですけどね、鉄板の歪みがどこまで走っているかを確認しながら一つ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 下手に板金をねやっていると本当に上まで走っていきますからね。歪みが上には絶対に逃がさない。こういう場合上に逃げたらかなり大変です。鉄板の歪みは全部ここ色入ったところに持っていく。闇雲にハンマーで叩けばいいというものじゃありません。鉄板にも急所があります。その急所を一つ一つやっていくことでハンマーリングの数も減ります。はつこチャンネル。まず鉄板をしっかり叩き出して、鉄板鳴らして、でパテをしっかりつけていきます。というわけで続いてはパテ作業。って何？傷やへこ
込みによる段差を埋めて元の状態に形成するための補修製品のこと。しっかりと中混ぜるんですね。混ぜてしっかりとやってぶつかるたびに混ぜて取ってよく混ぜて、ここから硬化剤ですね。しっかりとした配合で硬化速度、硬化強度全部決まっていますね。が難しすぎて万銀塗装の道を諦めちゃう人もいるんだとか。そうこう言っている間にパッと約10分ぐらいで乾きますね。サフェーサーという段階を塗っていきます。でここからもまた長いです。時間的にはかなりこんだけの面積であればかかりますね。でパテをしっかりつけていきます。でパテをつけてそれを研いで成形っていうやつをやっていきます。要するにドアの形を作ることですね。だんだんドアの形が分かってきたね。ライン、ここにもラインがありますね。ありますね。ライン、こっちのラインは下に行ってる。真ん中のこの谷のラインも下に行ってる。ここに集まってる。ここからスタートしている。下もこうね、見えにくいですけど、ここにラインが1個あるんですね。下にこう行って、このえぐれ、逆反りから表の普通の反りになっていくこのライン、こういうのをこう作っていくんですね。はい、ドアほぼ1枚板金となりました。ここからはサフェーサー作業。サフェーサーっていうのはベース色を塗装する前にかなりの塗装のことで、ムラだったり発色が良くなるために欠かせない作業なんだって。飛び散らないように紙を貼って、マスキング作業ですね、はい、マスキングしてそこからサフェーサーっていうのを振っていきます、はい、このサフェーサーは2液タイプの硬化型サフェーサーを使っています、はい、でこのサフェーサー作業、これで形が全て浮き上がってきます。しっかりと自分が研いだパテ、成形した処理、波、歪み、ラインの下がり上がり、へこみ、そういうのがないかっていうのを確実に確認できます。簡単に言ったらパテっていうのは成形する固定型ですけど、サフェーサーっていう種類も以上のパテと思ってもらって結構ですね。はい。はつこチャンネル。ここからはマスキング作業だよ。
そしてついに塗装作業へ。これはもう塗装中ですね。塗装中何を言うかというと、塗装する前にレベリング剤というぼかし剤、簡単に言ったらぼかし剤っていうのをぼかしたい箇所に振ります。透明のやつ、ぼかし剤ですね、レベリング剤で、そこからハスコカラーをのしていくっていうことですね。要するに塗らないところと塗るところの際が分からなくするためにぼかし剤っていうので色がかかるところにしっかりとなじませるためのぼかし剤、簡単に言ってますけど非常に難しい作業です。これはぼかし際っていうのは我々のね永遠のテーマですからね。ぼかし際が見える塗装はしないってね心で思っていてもやっぱりそうでもない時もありますけどね。まだ違いがわかるね。そういえばなんだけどさ、ハスラーってこんな色だっけ？これ艶がなかったのか。初子チャンネル。磨きと組み立て最終仕上げをしたらついに完成。これが塗装をしっかりと乾燥してからの磨き作業になりますね。磨き作業、肌を塗ってない純正の塗装に合わせていくっていう作業をやるんですよ。磨きというところで。でそれが終わって車が仕上がる頃に、完璧に仕上げなくてやっぱ触るので手で
完璧に仕上がる一歩手前で今度ドアの内張りとかガラスとか、ね、ゴム類とかバイザーとかその辺をね全部こうつけていきます。組み上げ作業ですね。はい。今度お客様に電話入れて、いつぐらいに納車にしましょうかってなって、お客様が来られる寸前ぐらいに中とか外とかの掃除清掃、ちょっと行き届かないところもあるかもしれませんけど、できるだけ精一杯の気持ちでピカッてするしたところですねしていくっていう感じです。本当恥ずかしいです。なんかいやとんでもないです。他の方よりも多分とんでもないです汚いし匂いがいやいやいやとんでもないですよ。今日からは掃除はしっかりね。はい、ここが一番なんか見どころというか。見どころですか。やっぱりみんなどんな板金をしているのか、はい。ドアをそっくり交換する作業っていうのははっきり言ってはい簡単な作業じゃないですか。はい。だけどやっぱりあんだけボコボコのドアをいかに叩き出していかに薄く鉄板に密着させていけるか。だけど簡単に動画で流れてますけど本当にテクニックがいっぱい入ってます。パテをつける工程、ただポッとつければいいだけじゃなくてしっかりとこさえて鉄板の中の目の中に入れていって自分が研ぎやすいような歪みが出ないような塗り方っていうのを職人はやっています。そういうパテでの成形とか、それともう一個の見どころで見てほしいのは、やっぱあれだけの鉄板、最近の鉄の性質の鉄板をあそこまで直すというこの芸術のような仕上がり、作品ですよねっていうのを見てもらいたいかなと。色の違いが出ていない、色の配合しているところ、本当は朝食をしている姿とかをお見せしたかったんですけど、ちょっとごめんなさい、時間が合わずに僕が撮れてないので今回はねないっていうところですけど、本当は見せどころ、見たいところでもあるかなと思いますけど。すごい。全くわからない。すごい。反対側も組みましょう。こんな感じでほっこりしています。わあ、ピカピカ。すごい。これでハスラー完全復活だね。新品に変えてますね。ここのね、ロッカーパネルのプラスチックのこのカバーも新品に変えてます。はい。でもう今の時代はもう板金不能、昔はあんなんでも叩いてね作っていたんですけど、今はもうドアを交換した方がコスト的に安いということで、仕上がりもさらにいいということで今回はリアドアは新品に変えてます。このドアですね。はい。ドア変えて、ここは動画の通りここ板金をして、はい。でバラせるところは全部バラして塗装するという仕上がりを施しております。まあ正直ですね、はい。久しぶり大きいパネル板金でした。もう結構この4月から1月にかけてのね、すごくいい刺激になったパネル板金です。まあ本当一つは腕の見せ所っていうのもあるんでしょうけど、通常はもう交換はい。するような修理なんですけど、今回はですね、動画にもありますように本当にもうこう全部この辺からもう製作していますね。もう本当ドアはもうなかなかこういったラインですね。動画視聴のね、ちょっとご経験者の方は分かると思うんですけど、こういったライン、こういうふわっと消えていくようなラインですね。でこの薄いこんなライン、ね、意外とこういう微妙なラインっていうのがやっぱ手で作っていくっていうところの本当パテで成形をしていくっていうところの究極の過去の集大成というような技術力になってきます。
はい。もう本当職人さんね泣いてました、ここのドア作るのに。いやもうここ発見したところもバッチリでしょ。はい。もう全部パネルばらしてあーすごい。塗装してます。で前は少しだけ傷がありましたね。はい。で塗装のところの、塗装片のところにもあると思うんですけど、しっかり色もねかぶせて、はい。ね、通常であればこう色がはい。クリア1枚で違って見えるっていうようなこともないですね。色ももうバッチリ合わせてます。ありがとうございます。なんかそこがすごい板金修理に出す時って心配だったんですけど、もうなんか全然新車って言われてもわからないぐらいツヤもあるし、カラーも綺麗に戻ったような気がします。ね、両方とも側面の3パネルですね。はい正直ここまでのダメージになるとリアドアを変えた方が作業的にも早いですし、もちろん仕上がりも新品のドアなのでよくは仕上がります。はい。で万が一やっぱ安価であげたいとか少し費用面でって言われるお客様が多いですので、初子チャンネル。やっぱ現代の鉄板、やっぱ皆さんご存知の通り車がどんどん進化してます。人の技術より車が進化しているっていうところを念頭に置いてやっぱり学び続けるっていうところがこういう一つの芸術ですよね、正直。そうですね。ですか、初子さん、芸術でしょ。作るんですよ。もうどこが傷かもう覚えてない、わからないぐらいですよね。すごい。意外とですね経験がある方って分かると思うんですけど、こんなバイザーもう正直バイザーも最小を今回してますけど、両面テープの取れないことですね。で両面テープもしっかり剥がしてやっぱしっかりと粘着させていかないと後々バイザーが飛んでいったりとか風切り音がしたりとかそういった問題にも至ってくるので、こういうのもしっかりとね粘着をしているっていう次第ですね。やっぱりどこまでのこだわりを持って車を直していくのかっていうところのそのこだわりという部分がやっぱね人それぞれありますからね。初子チャンネル。そうですね、うちのチャンネルではなかなか僕が編集とかしているんですけど、板金塗装の舞台裏みたいな感じをちょっとお見せできるようなチャンネルをも作っていければと思いますので、ぜひとも坂本自動車 YouTube チャンネルのご登録もよろしくお願いします。なかなか更新できてないですけど、はい、概要欄に、坂本自動車さんの YouTube のリンクも貼ってあるので、はい、そこからぜひぜひよろしくお願いします。あとタイヤを交換したいなと思っていて、またお願いしてもいいですか？もちろんです。ありがとうございます。もちろんです。やったはい、長く本当に1ヶ月以上かかったんですけど、すごくいろいろ保険のこととかレンタカーのこととかもわからなかったので相談して乗っていただいたりとかして、本当に長い間たくさんお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本当死ぬかと思いました。ちょっと映像を今からちょっと撮ってみようと思うんですけど、何あの運転、めっちゃびっくりしたんだけど、私悪くないよねなんか普通に直進走ってたら左折してくる軽トラがいて、本当ぶつかるかと思いました。せっかく綺麗にしてもらったばっかりなのに本当にびっくりしました
はい、というわけで次はねタイヤ交換をしに行きたいなと思います。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。